皆さんこんにちは、ひよりです。日本語ひよりでは日常の意味のあること、ないことを親しみやすい日本語で話します。文字起こしのテキストは概要欄からチェックしてください。皆さんお元気でしょうか？また久しぶりです。ちょっとね、いろいろありまして、また2週間ほどお休みをしてたんですけども、皆さんお元気でしたでしょうか？はい、私はなんとか元気にやっております。日本はゴールデンウィークが終わりまして、梅雨が始まろうとしています。梅雨っていうのは漢字で書くと梅に、梅って、フルーツ、果物花の梅、はい、に雨と書いて梅雨と読みますね。日本の雨のシーズンを梅雨と言います。最近雨が多くて、これ梅雨入りかなと思ってるんですけど、まだ公式に関西地域梅雨入りですよっていうのは言われてないですね。おそらく。はい。なんか九州の方では梅雨入りしたっていうのを聞きましたが、皆さんの地域ではお天気どうでしょうか？皆さんも元気ですか？はい。さっきもお話ししましたゴールデンウィークがあったんですけど、私は友達の結婚式に行ってきました。はい。久しぶりに結婚式に行きましたね。やっぱりいいですね。ねえ。友達が結婚するっていうところを直接お祝いができて、で、友達がね、大事にしているご家族、そして友達、ね、たくさん集まってみんなでいい時間を過ごしました。はい。今日は簡単に日本の結婚式のスタイルについてお話ししようと思います。さあ皆さん、日本での結婚式と聞くとどんなスタイルを思い浮かべるでしょうか？日本だから着物とか着て、ね、和風の日本式の結婚式があるのかなと考える人とか、白いウェディングドレス着るのかなとか、はい、いろいろ考えると思うんですが、実は日本では大きく分けると4つのスタイルがあるんですね。はい。まず、結構一般的なのが、教会で挙げる結婚式、教会式です。教会といっても、本当のっていうのは変ですけど、本当に教会として使われてるところで結婚式をする人もいるんですけど、一般的には結婚式場というところがあって、その中にチャペルがあるんですよ。で、そこに牧師さんが来てくれて、で、神父さん、はい、結婚する女性の方は白いウェディングドレスを着て、で、結婚する男性は新郎と言いますが、新郎は、あれはタキシードというのですかね。スーツじゃないよね。はい。を着て結婚式をします。チャペルで行われる式を挙式と言いますね。はい。今回私が行った友達の結婚式はこの教会式でした。なので、なんかおかしな話なんですが、結婚する夫婦、おそらくキリスト教じゃないと思いますし、参列っていうのはこの結婚式に参加するっていうことですね。参列する親戚や家族や友人の中でもキリスト教の人はほとんどいないんじゃないかなと思うんですけど、キリスト教のスタイルの結婚式をします。はい。なので皆さんがキリスト教の結婚式と聞いて思い浮かべるものと同じかな。はい。最初に新郎が入ってきて、後からね、お父さんと神父さんが、はい、入ってきて、で、牧師さんが、はい、いろいろ言って、賛美歌を歌って、で、誓いの言葉を言って、指輪交換して、誓いのキスをして、みたいなことをチャペルの中でします。で、その後に
これも夫婦にはよるんですけど、その後披露宴をする夫婦が多いですね。披露宴っていうのはその後ちょっと会場がレストランっぽい、ホテルのレストランっぽいところでテーブルについてこうコース料理をいただいたり、ね、いろんなイベントがその中であるっていうのが披露宴です。こういったのが教会式です。で、もう一つ最近よくあるのが人前式。人前式。漢字で書くと人の前の式。なので、教会式っていうのは、キリストですね。神様の前で誓いを立てるっていうのが教会式なんですけど、人前式っていうのは宗教とかは関係なく、もう家族や親戚や友人の前、人の前で私たち結婚しました。はい、これから幸せに暮らしていきますっていうのをみんなの前で誓うっていうスタイルが人前式。これいろんなスタイル、レストランですることもあったり、結婚式場はやっぱチャペルが多いかな。はい、ですね。私も一回レストランの中でちょっと大きめのレストランで行う人前式に参加したことがあります。はい。で、次3つ目が親善式。はい。前式というのは今までと同じで前式ですね。何の前で誓うかっていうと神。はい。これはキリスト教ではなく日本から昔からある宗教の神道に基づいた結婚式のスタイルです。これはもう完全に日本らしいと思われると思います。はい。私はこれ一回、はい、親善式参列っていうのかな、これは違う言葉を使うかもしれませんが、行ったことがあります。これもすっごく良かったですね。これは、神社で行うのが一般的です。で、女性は白むくっていう真っ白の着物、特別な着物を着て、頭にね、なんとか大きい帽子、丸いフード、はい、フードみたいなものをかぶります。男性は一般的には黒い袴、はい、袴っていうと、男性がよく着る着物のスタイルの一つですね。はい、これをします。で、私一回しか参加したことがなくって、何をするか全然知らないまま参加したんですけど、面白い面白いっていうのは興味深いっていう意味の面白い。まずすごい厳粛な静かな雰囲気で、両家結婚する家族がこうね列になってね、こう本殿、神社の中をゆっくりゆっくり歩いていくんですよ。で、普段は入ることができないであろうこう部屋があって、特別な部屋があって、そこで式を行いました。タイミングが合えば神社に行った時にそういうこう結婚式をしている家族を見ることができると思います。はい。で、そこでね、いろんなことするんですけど、一つはこう特別な舞っていうのはダンスです。はい、ダンスをみんなで踊るんじゃなくて、その神社の方、特別な方が踊るっていう、あれはお祝いの意味なのかな。はい。と、あとね、お酒を飲む儀式もありました。で、そのお酒を飲むのもルールがあるみたいで、お互いのね、新郎と新婦、男の人と女の人が他人だったけど家族になる。そして自分たちの家族もね、家族同士も家族になるという意味で、まず、順番がどうだったかな。なんかね、ちょっとはっきり覚えてないんですけど、こう、両親がね、お父さんお母さんが飲んで、例えば新郎のお父さんお母さんが飲んでお酒を、その杯を神父さんの方が飲む
とかそんな感じだったと思います。で逆もそうですね。新婦側のお父さんお母さんがお酒一口ずつ飲んで、その杯を新郎が飲むっていうので、こう家族同士になりますというような儀式もやってましたね。いやー、興味深いものでした。で最後に4つ目が仏前式。これは私は参加したことがないので詳しくはわからないんですけど、仏教ですね。仏は仏という漢字を書きますから、仏教の挙式スタイルです。はい。これはネットで調べると、お寺とか自宅にある仏壇、はい、仏様を祀っているところでお坊さん、僧侶さんを呼んで式をするそうです。はい。これも日本らしいですけど、私は参加したことがないですね。はい。で、私のこの世代、30代、20代、30代ぐらいの世代で多いのは、やっぱり一番目に紹介した教会式です。白いウェディングドレスに憧れてる人が多いからじゃないですかね。その次は和装の、神前式ですね。神前式、神社で行うものが多いかな。神前式、人の前で行うのも多いと思いますね。でもそもそも結婚式をしないっていう人も増えています。私はその一人で、フォトウェディングって言って、結婚しましたっていうので写真を撮ったんですけど、それだけしました。はい。なので他にもね、いろんなスタイルがあるんですが、そういう4つ、主に3つかな。最後の仏前式はあまり聞かないですね。はい、そんな感じで結婚式のスタイルをご紹介しました。ね、これは国によっても地域によってもいろんな結婚式のスタイルがあるって聞きました。私はレッスンでね。中国では結婚式の前にご両親にご挨拶行ってお茶を飲むだったかな、そういったことをするっていうのも聞いたことがありますし、もう一日中昼から夜次の日までこういろんなイベントを飲んだりパーティーしたりするっていう、すっごい長い結婚式をするっていうことも聞いたことがあります。なので皆さん、もし結婚式をされた経験があれば、皆さんの結婚式のスタイルも教えてほしいですし、参列参加したことがあれば、そういった結婚式もぜひぜひ教えてください。はい、では今日も聞いてくれてありがとうございました。皆さんにとって日本語日和になりますように。またねー。